チェジュ航空着陸失敗についてはどうよ。韓国の、空港にコンクリートの壁がドーンってあったんですよ。こんなところにコンクリートの壁があるのは良くないよねっていう監査するところからそうで言われたんですよ。で、空港の滑走路のところにコンクリートの壁があったら良くないよねという注意を受けたので、なので、そのコンクリートの壁を補強しましたって言って工事をして報告書を出したんですよね、確か。もう意味がわかんないんだけど、滑走路にコンクリートの壁があったら良くないよね。だからこれを何とかしてよっていうのを関東機関が言うのは当然であると。で、それを、じゃあ何とかします。補強しましたって言って、より頑丈にしたっていう、ちょっとね、意味がわからないんですよ。どういうことっていう。それがだから、じゃあ言った通りのことをしてないから、空港としての承認は取り消しになるよねとかならわかるんだけど、補強してそのままですっていうのが、なんか不思議だよね。なんかね、そういうね、不思議なことが起こる国なんだろうなっていう。本来いらない壁があって、それをどけた方がいいよねって言ったら、なぜか補強したっていう。で、誰が補強の指示を出したのかがわからない。で、設計図には書いてあるんですよ。補強するように。だからそれ設計図書いたやつなら悪いなってわかるんだけど、なぜか設計図を書いた人は俺じゃないって言ってるっていうね、不思議な状態なんですよね。消化物がないとか山とか谷がないとかっていう平地でわざわざ滑走路を作るのに、そこになぜかコンクリートの壁を作るっていう。そもそもなんで壁を作ったのかわかんない。で、これが現実の話じゃないですか。で、僕が好きな映画でキューブっていう映画があるんですよ。目が覚めたら狭い部屋に閉じ込められていて、どういうことっていうので、隣の部屋に行くと罠があって死ぬみたいなのがあって、罠のない部屋を一生懸命探して脱出をするっていう、割と僕の好きなカナダの映画でキューブっていうのがあるんですけど、で、そのキューブがなぜそういったものが作られたのか。っていうところの答えが官僚主義でわけわからないうちに予算が作られてこんな建物が作られてしまいましたっていう説明なんですよ。いやいやそんな建物作られるわけないでしょ。そんなお金をかけて意味のわからない建物を作って意味のわからない建物を維持するなんてあるわけないでしょと思ったら韓国にありました。意味のわからないコンクリートの壁を作ってでさらにそれを補強して置いておいてるっていう。やっぱそういうことって起こるんだね、みたいなのが、割とね、人類って面白いよねっていう。人間というのはおかしなことはしないはずであるっていう。で、多くの人が、いや、多分その空港ってもう何万人も使い続けてみんな見てるわけじゃん。職員もいて、あの壁なんなんって多分思ってた人いると思うんだよね。でも、いろんな人が空港を使って職員も見てるけど、でも、あの壁をどけようって言った人は誰もいないんですよ。だからそういう意味でいくと、やっぱりその、キューブのようなよくわからない建物っていうのを誰かが作ろうって言ってなんか作られてしまって維持されるっていうのは完全なフィクションかって言われるとそうでもないんじゃないかなと思うんですけど、ドイツのベルリンの壁は一応そのベルリンを守ろうとする東ドイツの人たちが作ったので一応その当時は意味がありました。はい。先日 JAL 機がエンジントラブルで沖縄の空港に引き返したというニュースがありました。個人的には123便の頃からどれぐらい機体の性能がありどのくらい安全性が上がったか具体的に説明する責務が航空会社にあると思いますがご感想を拝聴できると幸いです。別にエンジン1個なくても全然飛べるんで問題ないと思いますよ。機体にこんだけ問題が連続しないと事故につながらないよと視覚的に説明してほしいです。口頭で音声で説明することは可能なんですけど視覚的に説明しようとするとエンジンが2個あるうちのこっちが落ちてもこっちで飛べるよねって話でエンジン2個なくなったとしても着陸することは不可能ではなくてハドソン川の奇跡って呼ばれてるニューヨークの飛行機のパイロットがエンジン2個行かれちゃったっていうのがあるんですよ。飛んでる最中に。自分の目的地の飛行機にはもうエンジン2個とも壊れてるからたどり着けないと。なので引き返してニューヨークのハドソン川に着水するんですよ。こいつすげえってなったんだけどその後はパイロット実はアル中とかも分かって吸ったもんだったんだけどエンジン2個ぶっ壊れても着水できるぐらいの技術が持ってたりします。パイロットの技術力めちゃくちゃ高いんですよ。特に日本。他の国の場合だと空軍上がりの軍隊上がりの人たちっていうのが結構いてもともとその飛行機そこまで大好きじゃないっていう人だけど仕事してやってますみたいな人がいるんですけど日本でパイロットになる人って運転めちゃくちゃ好きなんですよ。パイロットになるのって結構時間もお金もかかるんですよね。まずパイロットになるためにたまたまアナのパイロットコース入れましたみたいな人ならいいんですけどそうじゃない場合ってログをつけて航空なんとか局にグライダーで何時間乗りましたとかセスナで何時間乗りましたとかで何百時間かな何千時間か乗った記録があって初めてその民間の人を乗せる飛行機の仕事ができるみたいなのがあったりするので最初の初期投資
しめちゃくちゃお金がかかるんですよ。自腹でやんなきゃいけないので。そこら辺の金を払ってでも飛行機乗りてーっていう人なので、技術も高いしモチベーションが高いっていうのが日本のパイロットの特徴かなと思います。軍隊上がりのパイロットは着陸が雑なんですよね。大学生です。JAL の子会社、国内線のみジェット旅客運用会社からパイロットを内定もらいました。おめでとうございます。映画とかでパイロット不要説もありますが、これからの仕事でパイロットってあれだと思いますか？全然あると思います。パイロット不要説って言う人はいるんですけど、パイロットがいなくなることは 100% ありません。かけてもいいです。結局その不測の事態というのは必ず起きます。不測の事態が起きた時に乗客の安全を誰が責任持って確保するのかっていうので、パイロットの仕事はどんどん楽になると思うんですよ。着陸と離陸以外は基本的にはパイロットもそんなやることないよねなんですけど、なんでどんどん楽になっていくと思うんですけど、何か起きた時にパイロットってやっぱ重要なんですよ。ハドソン川に着陸したフォレストガンプのおっさんの話があるんですけど、フォレストガンプのおっさんだったりとか、無人島に派遣されてるおっさんだったりとか、空港で閉じ込められてずっと生き続けてるおっさんだったり、トム・ハンクスが主演のパイロットが空港までたどり着くことができないので、無理やり後ろに戻って川に着陸するっていう映画があって、これ実話なんですけど、あれもただトム・ハンクスお前アル中だったやんとか言われてるんですけど、実際でも計算上川に戻らなかったら次の空港までやっぱり燃料足りなくて、川に着陸したのが正解だったよねということになったんですけど、あれ人間じゃないともう川に着陸しようなんて選択肢は思いつかないんですよ。はい、空港たどり着きません。たどり着くかどうかわかりませんの時に、でももう選択肢ないからベストを尽くしましょうが AI で、でもよし、川に降りようって。いや、川だよ。空港でも何でもないんだよ。道路とかでもないんだよ。俺川行くわっていう、あそこの賭けができるっていうのは、やっぱ人間の強さだと思うんですよね。AI というのは基本的には最適解を出すんですよ。で、最適解を出すということは、川に着陸するという可能性はゼロなんですよ。過去に安全な着陸をしたものはどういうものですかっていうのを調べて、その結果、一番安全な着陸方法というのを AI というのは出してしまいますと。なので、あるとしたら多分高速道路に着陸とかなんですよね。でもあの状態で、いや、これ川だろっていうふうに、要は道路の場合だったら高速道路を封鎖することができなかったら、やっぱりそこで車とかバンバン跳ねて何人も死んじゃうんですよ。でも、誰も殺さないで着陸できるんだったら、川じゃね、もちろん海があったら海でもいいんですよね。なので、海がない状態で、じゃあどうするっていうので AI に判断させると、多分道路に行ってしまうか、無理やり空港に行こうとして失敗してしまうか、もしくは牧場かになるんですけど、これ川だわっていうのは、やっぱり人間の頭の悪さなんですよ。過去の事例がなかったとしても、俺はできると信じられるかどうかの能力っていう。AI というのは基本的にはデータで判断するので、過去にこういうデータがありました。だからこれは正しいですっていうところでアルゴリズム的に組むんですけど、でもそうじゃなくて、俺ならいける。でもそれは他の人が真似したらできないですよ。なので、その人が俺はいけるって信じられるかどうかっていうのが僕はパイロットの能力なんじゃないかなと思ってるので、僕は基本的にパイロットが人間的に超クソ野郎で酒飲んでてもいいと思ってるんですよ。最後の最後で自分自身を信じていけると思える人がパイロットやってくれれば。そうそう。だからね、日本の着陸のやつで、ブレーキが効かなくなって、飛行機横にした人がいるんですよね。車とかでブレーキして、キキーって言って横に回って、こう、ズルズルズルって止まるってあるじゃないですか。ブレーキをすることでドリフトして止まるっていう。飛行機で、俺ブレーキ効かねえわっていうのが分かって、こう着陸した後に無理やり横に向けて、ズル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 ってやって、ドリフトで着陸した人っていうのが日本のパイロットでいるんですよね。もともとグライダーかなんか乗ってる人で、もちろん飛行機ぶっ壊れたんだけど、でもそれでも生き残った人がいるっていうので、本来あんな着陸を旅客機でやったやつ誰もいないんですよ。だってそんなことできると思ってないし、そんな作り方してないから。でも、この速度でこう入った時に横になってこう上げとけばドリフトするよねと。っていうところでドリフトさせてバリ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 って言って止まるっていうのも日本のパイロットやってるんですよ。なので誰かがやったとかじゃなくて、こういうのだったら俺ならできるよね。で、ここでやれるんだったらこのタイミングでこういうのだよねっていうところで人生に一世一代の賭けをして勝つっていうのはやっぱり人間ができることなんじゃないかなと僕は思うんですけど、多分ね、グライダーとか何度も乗ってる人だと、これぐらいの重量で、
これぐらいの速度で行った時は、制動に横向きになった時にどれぐらいの距離があれば制動できるとかっていう多分計算が立ってると思うんですよね。その人の頭の中で。でもそれはやっぱり何度も飛んでる人しかわかんない問題で、電車で GO っていうゲームが出た時に、それを鉄道の運転手にやらせた話っていうのが僕結構好きで、電車で GO っていうゲームがちょっと前に流行ったんですけど、山手線のその映像をそのまま使って運転するゲームっていうのがあったんですけど、で、それをやった運転手が言ったのが、軽いって言ったんですよ。電車多分撮影した時に早朝で撮影したんだと思うんですよね。で、そこの早朝のエンジン負荷で撮影したんだと思うんですけど、ただ、本来山手線ってお客さんがいっぱい乗ってるんで、ドーンってエンジンを最高出力にしたとしても、動き始めるまで時間がかかるんですよ。めちゃくちゃ重いから。でも、早朝で人がいない時間とかに撮影しちゃうと、これぐらいの出力だったら、これぐらい前出ちゃうよねっていうのが、朝はそうなんですよ。でも、昼とかになると、やっぱりそこ違うんですよ。この時間だとお客さんがいっぱい乗ってるから、この出力だったらこんな速さで前出ないよねっていうのは、その運転手さんの感覚でわかることなんですよ。重たさの感覚っていうのが、自動車乗る人とかでも、後部座席に2人乗ってると、やっぱりスタートの時の前の沈み方とか、加速する時の加速の仕方とか、やっぱ違うっていうのが、感覚論でわかるんですよ。何キロの人が乗ったから、どれぐらい遅れるとかっていう計算式じゃなくて、体感で、これなんか重いの乗ってるよねとか、これぐらい乗ってるんだったら、これぐらいの強さで押さないと最初出ないよね、みたいな、そこら辺の経験による感性というのが、割と人間は結構能力値として高いんですよ。で、その能力の高さってあんまり数値化されないんですけど、車をバックで駐車場に入れるみたいなのってできない人結構多いんですけど、で、それも自分の体ではない1トン2トンするような車のさらに2メートル先の車の後ろを自分の体のようにコントロールするみたいなのを割と日本人結構やるんですよ。で、それって本来自分の体だったらコントロールできるんですけど、自分の体でもないのに、これ以上行ったらぶつかるよね。ここら辺だったら50センチぐらいかなみたいな謎の感覚というのを人間って結構能力として持ってるんですよ。で、自分の体を動かすというのはどんな動物でもできるんですけど、自分の体でもない自動車だったり飛行機だったりというのを自分の体の一部かのような感覚として認識できるんですよ。車のサイズがこれだからこう曲がったらここぶつかるけど、ここで切ればぶつかんないよねみたいな、自分の体でもないものをあたかも自分の体で、しかもそこ見えてないよねお前みたいな、なぜかトラックの後ろの方とかっていう見えてるはずないところをこの感覚でここで切れば大丈夫みたいなのが判断できるというのが人間の特殊能力だったりするので、そこは割と重要なんじゃないかなと僕は思ってますよ。はい、旅客機に脱出装置がないのはなぜですか？戦闘機にあるのに。戦闘機とかってパラシュートがあったりとか、上のキャビネットがボーンって抜けてそこからこう逃げてパラシュートで降りれたりっていうのがあるので、航空機普通のじゃあジャンボジェットとかにもパラシュートつければいいじゃん、そしたらみんな助かるじゃんっていう風に思いがちなんですけど、じゃあパラシュートをつけましたと。じゃあボーイング747で出入り口が前後に4個しかありませんと。そこに一人一人順番にパラシュートをつけた状態で降りてって、全員がパラシュートの使い方を完全に習熟できてやれるのかっていうと、多分生き残れるのは1割いないんですよ。まずスカイダイビングやったことある人って言うだけで1割以下だと思うし、じゃあパラシュートをちゃんと機能させられるかどうかと。でさらに空中飛んでる最中に墜落する前の時間って限られてるんですよ。でちゃんと飛ばないとエンジンに巻き込まれて空中で粉々になって死ぬんですよ。なのでパラシュートってそれなりのスキルがあって安全の飛び方を知っている人じゃないと意味がないので、実際パラシュートを入れたとしても生存確率はそんなに上がらないっていう理由で旅客機にはパラシュートはついてません。僕はパラシュートの使い方は大体わかるんで、本当にやばい時は欲しいなとは思ってるはずですけど、ただ航空機の事故で死ぬよりは交通事故で死ぬ確率が高いので、そこ気にしてもしょうがないんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。